満州国皇帝陛下にはご入京以来我が皇室とご交換の毎日をお過ごし遊ばされておりますが、6月30日には在留満州国人の奉迎会にご臨場を遊ばされました。現大使をはじめ満州国人代表祝然とお待ち申し上げるうち、皇帝陛下には御式壇にご着席。現大使は謹んで御前に参進、奉迎文を朗読申し上げました。ご来庁以来この良き日を先週の思いで待ちわびていた満州国人代表は、今日ぞ間近に陛下の御姿を仰ぎ感激の万歳に湧き上がりました。我が航空界の司法藤田中佐、高橋淳尉および陸軍随一のエキスパートと言われた渡辺少将ほか3名登場の藤田機が、昨年2月1日湖北省佐用鎮付近で壮烈な自爆を遂げたことはまだ記憶に新たでありますが、故藤田中佐の親友平田部隊長は佐用鎮付近一帯を捜査中6月11日、ついに佐用鎮西南方1キロの川岸に一同の仮埋葬地を発見し、その遺骸を丁重に収容、心から今はなき空の勇士の冥福を祈りました。炎熱薬がごとき大陸の戦線に幾度か視線をくぐったつわものたちにもこのようなのどかなひとときがあります。陣中の楽しい魚釣りです。お手製の釣り竿をドラム缶のお船に乗って、さあ釣れるわ釣れるわ。面倒と大猿を抱えてお池に入る太公棒もあります。さあ大漁だ。おいしそうな塩焼きの匂いがしてきました。ここは熱風吹きまくる南信清流島付近、清らかな流れに沿ってこの一帯は砂を掘ると心よい温泉が湧き出ます。兵隊さんたちにとっては全く戦場のパラダイスです。戦の合間に先陣を洗い流す兵士たちの喜びはまるで子供のように無邪気です。戦友の肩を次々に流し合う。そして明日はまた大いに頑張ろう。お互いに励まし合い流し合う和やかな情景であります。全ヨーロッパが挙げて戦乱の渦中にある時、軍備拡充に大笑わのアメリカはワシントン軍縮会議以来19年ぶりでその最初の戦艦進水式をこのほどフィラデルフィアにおいて盛大に挙行しました。この超度級戦艦ワシントン号は総工費800万ドル、総トン数3万5000トン、16インチ砲9門を備える新鋭戦艦で、40億ドル170億円の海軍大拡張計画の前奏として世界の注目を集めています。情勢の山野をひた押しに偽証を目指す皇軍の精鋭は、排敵を給水して強行進撃の手を緩めず、山を越え丘を越え炎熱実に120度、大陸の暑熱もものかは根空を侵し急防に耐え、次々と敵陣営を突破して偽証への距離を縮めました。6月9日、北村村井柴田の諸部隊は消火敵前とかを敢行。はるかに銃砲声の轟きを聞きつつ陣馬一体となって濁流を渡る。対岸はすなわち偽証防衛の第一線。我が精鋭各部隊は最後の前線総攻撃を開始しました。かつて11日午後5時、我が各部隊は砲丸並びに東山山麓より一斉に城内に突入しました。去る一日、我が北方兵団が関水を押し渡ってよりわずか21日、ここに敵が重慶の防壁と頼む第5戦区最後の牙城は全く覆滅して、長江1500キロの上流に日照帰参として翻り、敵首都重慶は今や我が進撃の脅威の前におののくに至りました。
ランダース戦線に徹底的勝利を収めたドイツ軍は前線に渡ってパリを目指し壮烈果敢の総攻撃を開始。フランスが誇る長銃戦車もドイツの驚異的戦車砲の威力に屈して破壊され、哀れな残骸を横たえています。パリへパリへ空陸港をする怒涛の大進撃を阻むべき何者もありません。復讐と勝利を誓うナチスの精鋭は全軍炎と燃えて進撃また進撃。高鮮度と頑強に資するフランス軍も疾風陣雷のナチスの快速進撃に呆然なすところを知らず、敗退また敗退を続け、主要都市は次々にドイツ軍の占領するところとなりました。ドイツ空軍は休む暇なく敵陣深く侵入して後方の輸送路を遮断し、飛行場に致命的打撃を与えました。見事な爆撃によって飛行場は完膚なきまでに破壊され、冬を襲われた戦闘機爆撃機がドイツ空軍の餌食となって悲惨な姿を見せています。これはドイツの強力爆弾が開けた大穴で、その威力の一端を伺うことができます。パリ近し敵首都志子の間に臨んで全軍の行き正に天に注し、瞬く間もなく上岸線を突破。ここに壮烈無比パリ攻略の一斉総攻撃の火蓋は切って落とされました。